夜の足跡一番強い要望みたいな形で、これで犬も遊びたいっていうご意見がすごく多かったので、好きな動物で遊んでもらえたら嬉しいなと思って、プレイの取り回しを楽にしないと、オンラインセッションで遊びにくいっていう部分が出てきてしまうので、それに合わせていじってたらこうなりました。世界関係好きな人も、そこ読むだけでも楽しいと思うので、インセインの一番の強みっていうのは、お客さんが今までたくさん作ってくれたシナリオなんですよね。このシナリオのアーカイブが使えなくなるのはインセインにとってあんまりプラスではないんじゃないかなっていうのもあって、なるべくそのまま使えるような。その場で言い出して急に、あれは台本じゃなかったんですね。そうそれっていつ頃の動画なんですか？入校のね、入校のあふれクローブチャンネル。はい、皆さんこんにちは。黒木ゲームズの丹沢です。最近ですね、遊びたい TRPG 新作が9月10月めちゃめちゃたくさん発売されて、嬉しいやら時間が足りないやらであたふたしております。なんとも贅沢な悩みを抱えておるわけですけれども、そんなわけで今回はですね、がっつり TRPG 会をお送りしたいと思います。豪華なダブルゲストでお送りいたします。まずお一方はファーイーストアミューズメントリサーチの久保田優良先生です。ファイトアミューズメントリサーチの久保田優良です。よろしくお願いいたします。お願いします。久保田先生はですね、このチャンネル作った最初期の頃に出演していただいて以来ですね。TRPG とはあんまり関係ない。ちょっと関係あるみたいな。1年半ぶりということでですね。はい。個人的にはですね、結構飲み会とかでお会いしてるので、そうですね。お久しぶり感ないんですけども、今回よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。そしてですね、当チャンネルの実は最多登場ゲストになります。ご存知、冒険企画局の川島統一郎先生です。はい。冒険企画局の川島統一郎です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。最多でしたっけ？そうですね。あ、そんなに。何回出られてるんですか？もう4回目ぐらいじゃないかな。刈谷さんと1位を競っている。前出ててすみません。もうありがとうございます。いつも。こちらこそです。ご覧になってる方はですね、この2人の組み合わせどうなのっていう。どうなの2人はなんか前は年に1回 TRPG のイベントって JGC とか TRPG フェスとかでお会いしてご挨拶するのと、あとはドラゴンブックさん、角川さんの謝恩会で年2回ぐらい会うぐらい。定期的にテーブルトーク業界とか作者だと会うイベントがありましたもんね。最近ちょっと大きななくなっちゃいましたもんね、今。感染症以来やっぱりね。それこそ今日ね、紹介するガーデンオーダーを出したタイミングとかで、僕がその次アマデウスを出して、僕ね、聞きたいなと思ってたんですけど、僕もオタクなんでね、ガーデンオーダースタッフクレジットのところに川島さん載ってますよ、名前が。いや、これはどうなんですか？ドラゴンブックスのこのサイズで出たのが初めてなんですよ。ガーデンオーダーが。その時に一緒にアマデウスも企画が通ってて、この前にカンコレ RPG っていうのがあって、リプレイプラスルールみたいな構成のやつを冒険がよく出してて、角川さんがカンコレ RPG サイコロフィクションを、あれもともと新規原社さんで出してたものだったやつを角川さんで出させてほしいみたいな感じで出したんですよね。でそのフォーマットを若干踏襲するからみたいなので、確か。あ、なるほど、そういうことだったんですね。ずっと気になってたんですけど。で、その時にアマデウスとガーデンオーダーが最初のタイトルで2つ出てて、それでイベントもやったんですよね。そうですね。角川さんの本社で。せっかくなんでお名前を載せていいですか？がっつり絡んだのが割とこの本ぐらいかな。去年はね、結構飲みでね。そうですね。飲み会とかはね、ご一緒することが多くて。というわけでね、今日は久保田先生、川島先生のお二人の新作についてたっぷりお話を伺っていきたいと思います。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。トップバッターはですね、川島先生の新作、夜の足跡の初の拡張ブックとなります、夜の帰り道のご紹介です。夜の足跡はですね、当チャンネルでも一度ご紹介させていただいたことがありまして、これが最新作。これが夜の帰り道ということでね、結構いろいろ新しいアイディアが満載で面白い。絵がね、とにかく多いんですよね。そうですね。パラパラ眺めてるだけでもすごい面白いんですけど、一番僕的にって思ったのはやっぱり、ここに犬のお尻のトークンが入ってたりとかして、猫のゲームなのに犬遊べるんだみたいな。夜の足跡最初に出した時に、一番強い要望みたいな形で、これで犬も遊びたいっていうご意見がすごく多かったので、そっかそっかみたいな感じで、犬と猫って対比するものではないんですけども、二大ペットというか、
二大人間のそばにいる生き物みたいな感じでちなみに人間も遊べるようになったんですよね。そうですね、飼い主と犬が今回、プレイヤーキャラクターというか、プレイヤーキャットじゃなく、プレイヤーコンパニオンというか、プレイヤーコンパニオン、夜の仲間たちみたいな感じで選べるの。僕のプレイグループに犬大好きマンがいて、出た時はあんまりおすすめできなかったんですけど、犬好きな人が別に猫嫌いってわけじゃないんですけど、解像度あるじゃないですか。僕は猫をいっぱい飼ってたので、猫っぽさのロールプレイとかは解像度が高くやれるんですけど、犬飼ったことないのでもやっとしてるんですよね。そういう意味で犬猫どっちもできると、犬派猫派じゃないけど、どっちの方が想像しやすいとかっていうところで幅広く取れるようになったのかなという感じがしますよね。好きな動物で遊んでもらえたら嬉しいなと思ってちょっと作ってみたんですけど、やっぱりそういう要望があったんですね。そうですね。もちろん猫が好きな人たちがたくさん遊んでくれてるんですし、あと迷い猫っていうシステムがあるので、その迷い猫を使って実は犬ですみたいな遊び方をされてる方も結構いたりはしたんですけど、自由枠だったから、自由枠で、それでやってる方もいたんですけど、もうちょっと踏み込んで犬も入れてみようかな、世界観的にもどうなってるんだろうみたいな、ガルーがいればモコーレもいてみたいな、逆パターンですけど、パグマイヤーって僕は遊ぶんですけど、パグマイヤーもあまりにも要望が多すぎて猫を足したまうっていうありますよね、サプリメントがね、あれは犬が先で猫が後から足されましたけど、それの逆ですね。宿命なんですかね。宿命かな。これ以外にプレイヤーができることっていうと、どういうことが増えたんですかね。そうですね、先ほどもお話しあった通り、人間が遊べるようになったりとかですね、あとは猫もちょっと追加がありまして、野生猫っていう名前でファンタジー RPG でいうバーバリアンみたいな枠、もっと秘境からやってきたマヌル猫とか、サーバルとか、ジャングルとかサバンナにいそうな山猫がポータルを通ってこの現代日本にやってくるぞみたいな、そういう野生猫とか、あとは働き猫っていうですね、動画に出たりとか、マスコットキャラみたいな猫カフェで働いてたりとか、昔だったら船でネズミを取ったりみたいな、割と人の役に立つ真面目な猫みたいなやつだとか、あと化け猫だとか、そういう風な新しい猫が遊べるようになったりとかですね。それからこのゲームの特徴であるニャラティブっていうのがあるんですけども、ニャラティブのルールを補足する、ちょっとね曖昧って言っちゃうとあれだけど、書くごとに解釈が分かれる部分はあったなと思ってたんですけど、そういうのを補強したりとか、あとはニャラティブで変な間違いとかが生まれたりするじゃないですか、それはそれで面白かったりもするじゃないですか、そういうのを生かすための第5回っていうルールがあって、みんなが勘違いしたら第5回表っていうのを振って、実は誤解したやつが正解だったことになってセッションを進めましょうとか、そういう風なちょっと変わったルールとかが入ってたりとかします。あとは猫度っていうルールが追加されてまして、ニャラティブとかって、猫の気分でやってくださいっていうワードゲームみたいなルールがあるんですけども、猫だったらこの黒くて細くて声を大きくするものなんて呼ぶんだろうみたいなのがあるんですけども、これニャラティブっていうのでそれを当てるみたいな、マイクっていうのを猫っぽく説明してくださいみたいな、そういうワードゲームがあるんですけども、これですごいずるい言い方をして無理やり当てることもできるじゃないですか。そういう起動をした時にですね、今の猫っぽくなかったねって猫度を下げて下げたり上がったりするみたいな、なるほど、そういう風なルールとかを入れたりして、猫インスピレーションみたいな、そんな感じですかね。インスピレーション D&D わかんない人には全然わかんないと思うんですけども、猫らしさみたいなのを評価するルールとか、なるほど、あとは魔法とかを追加したり、玉っていうですね、夜の足跡、タイトル通り足跡があるんですけども、足跡っていうのは縄張りみたいなものなんですよね。自分の持ち物、管理物だよっていうのを表すドメインですよっていうことを証明するものなんですけど、データのある足跡みたいな、ここに足跡をつけるとこんないいことがあるよみたいなのがいくつかあって、街の中にあるドメインを広げる遊びみたいなのを増やしたりとかしてますね。結構いろいろやれること増えましたね。そうですね、夜の足跡初めてのサプリメントなのもあって、あと夜の足跡自体がものすごい自分の中で久しぶりに完全新作を作ったので、あれもやりたいなこれもやりたいなみたいなアイデアが結構出てきちゃったんで、割ととっちらかったそのやりたいなって思ったものをいっぱい詰め込んじゃったルールかもしれないですね。ページを開くたびに新しいことを言われるみたいな感じででも全部一気に導入しなくていいですもんね。気に入ったものを使えばいいと思うので、最初にも書いたんですけど、選択ルールがいっぱい入って
る本なんですよ。うん選択ルールって料理のトッピングみたいなものですよ、みたいな説明をしてるんですけど、基本ルールがカレーだとすると、今がっつりいきたいな日はシーフードで行きたいなとか、辛めで行こうかなとか、蜂蜜で行こうかなとか。最近野菜食ってないなとか、そういうので自分たちに必要な栄養を足すみたいな感じで、この中からいろいろなトッピングをね、自分の好きな組み合わせみたいなのを探してもらって遊んでもらえたらなっていう感じの。道具箱的なそうですね。ニュアンスの本なんですかね。ピン集みたいな感じはあります。はい。飼い主ができるようになったのちょっと意外ですよね。動物メインだったんですけど。そうなんですよ。おっしゃられる通りで、あくまでこれ猫が主役の RPG なんで、人がかなり脇役な感じですね。今回の飼い主。基本的には猫の手っていうアシストみたいな能力があるんですけど、ほぼアシストしか人ができない感じなんですよね。まあちょっとね、人間がそのまま物事を解決しちゃうと、猫だからこそ解決しにくい事件ってあったじゃないですか、前のバージョンでも。人間だったら話に行ってピンポンってやれば解決することがすごい大事件になったりみたいな面白さがあんまり活躍させちゃうと普通のゲームになってしまうというか。なのであくまで動物たちの言葉はわからないし、かなり引いた立ち位置で、むしろ夜の足跡とかをたくさん遊んでるプレイヤーさんなんかが初めての人たちと遊ぶ時なんかに一歩引いた感じで飼い主やってもらえたらいいかなみたいなことを、これも書いてあります。はい。あと GM サイドで言うと結構敵も増えたりとかですね。あとジオラマっていうルールがありまして、タクティカルコンバットというか、まあ戦闘だけじゃないんですけど、場所のマップを作ってその中を行ったり来たりするみたいな移動とかをちゃんとやろうねっていうルールがあるんですけど、前の配信の方でも喋らせてもらったんですけど、最初は猫なんで高いところに飛ぶとか、そういうのちょっとやりたかったんですけど、それはやれなかったからこんなルールになったんですよねっていうのを前回話させてもらったと思うんですけど、愚直に空間みたいなものを描くようなルールはちょっと入れてみたいなと思って。猫ならではの視点ってあるじゃないですか。コンシューマーゲームでもストレイっていう猫で遊ぶゲームが僕結構好きでやってるんですけど、同じようなマップなんだけど、人間で路地を歩くより配管の上を歩くみたいな、視点だけでもごっこ遊びとして楽しいなっていうのがあったので、そういうのできるのは面白いな。やっぱり調べてみると猫っていうのは狩猟動物なので、高いとこに行きたがるんですよね。かなり大型の虎とかヒョウとかでも木登りは得意ですし、現実に高いとこにいると猫ってかなり安心できるみたいなんですよね。今回ジオラマのルール使うとですね、高いところに行くとイニシアチブが早いんですよ。そうか、そうするか。なるほどね。猫はとにかく高いところに行きたがるみたいな、そういう風な感じのルールになってますね。反対に犬はあんま高いところ行くの苦手なんですよね。そこで犬と猫の差ができてくるんですね。実はちょっとできてきたりもするんですよ。今後猫が高いところ登ってるの見ると、あいつイニシアチブ稼いでやがるっていうみたいな思うようになるかもしれない。猫カフェとかでもね、高いとこ登ってると高そうだな。そういう風に感じで見てもらえればと思います。あとね、動物がすごい増えてたんですけど、僕気になったのは虎のね、技がね、タンタンって言われてあ、イントネーションが違います。タンタン。虎視眈々。そう、虎視眈々のタンタンです。丹沢さんのことじゃない。結構やばい動物が増えましたよね。そうですね。先ほども言った通り、野生猫みたいな話でポータルを通って山猫が来るような世界になってしまったので、それはトラもライオンもいるだろうみたいな、そんな感じの。エリアにもね、動物園が追加されましたから。動物園出すと結構いろんな動物を出したくなりますよね。あと脱出するとか、そういうシナリオなんかもできるかなと思って、いろいろ動物を増やしてみました。さっきも言った通り、道具箱的なニュアンス強いので、そうですね。どれを使って拡張していこうかみたいな、まさに拡張っていう感じの本なのかなと思いました。シナリオもね、4本載ってますから、春夏秋冬のシナリオが1本ずつ載ってるので、1本ずつ遊んでもらってもいいですし、続けて遊んでキャンペーンみたいにやってもらってもいいかなと思ってます。これ僕マスターやったことないんですけど、シナリオ作るのって難しいなって個人的には思ってて、今までの自分の引き出しがあまり使えないなみたいなのがあるので。でもね、僕の作ったゲームの中だとシナリオむしろ作りやすい方かもしれないですね。コツみたいなのがあるんですけどね、これ動物にやらせたらどうなるだろうみたいな感じでやったりとか、驚きどうやって作ろうみたいなのの、ずるいな川島みたいな感じになってシナリオガイド的なものを出してあってもいいかもしれないですね。神沢さんもシナリオ作れるか。殺伐としたシナリオ作っちゃうんで合うかどうかわからないですけどガイド苦手なんですよね。
みんなにねこうなんじゃないかなって言って作ってもらいたくもあるので、さっきのジオラマとかも遊ぶのにも、犬猫ってとにかく無数にフィギュアとかあるじゃないですか。めっちゃいいですよね。ガシャポンとかね。D&D の敵とかだと結構探すの大変だったりする場合あるじゃないですか。動物はね、いろいろありますから。リアル動物はいっぱいあるから、自分の好みのやつ集めてきて遊ぶとかもすごいしやすいな。なんかね、見てるだけでもほのぼのして可愛いと思いますよ。そのジオラマにコマを置いただけでもおすすめでございます。ありがとうございます。さて、次にご紹介するのは、久保田先生の新作、ガーデンオーダーのリエディット。はい。分厚い。よろしくお願いします。ブレーカーのよりちょっと薄いです。404ページ。ほぼ404ページ。僕ずっとね、遊ばせていただいてたので、ありがとうございます。全部フルにサプリメント使って今まで遊んでたので、この3冊をね、持っていかなくて良くなって、1冊になったら軽くなったって思ったんですけど、まあ、いやいや。それでほら、シナリオが載ってるんで、その分を省くと、あとルールブック追加してね、こんなもんかな。基本ルールが、ほぼ全部要素としては入ってる1冊ってことですね。僕、プライベートのプレイグループ結構ガーデンオーダー旧作もキャンペーンでずっとやってたりとかで、ありがとうございます。この新作もですね、早速発売の翌日ぐらいにタック立てて、ありがとうございます。早いんです。事前にいただいたので、僕が準備できたというのもあるんですけど、さすがにね、届いた翌日にマスターやるの結構きついですけど、発売直後遊ばせていただいたんですけど、基本ルールにアルスノトリアとかワイルドハントとかで今まで追加されていろんな魔法使いとか獣人とか吸血鬼とかいろんなのが遊べるようになったのが全部これ入ってる。そうですね。刊行から10周年だったんで、今年が。それに合わせて、ガーデンオーダーの基本も上級も何回か増刷はかけていただいてるんですけど、だんだんやっぱり落ちてくるのと、出版の今の取り巻く環境が増刷するのもなかなか難しいっていうことで、だったら10周年っていう節目だし、総集編みたいな形で全部まとめた本を出したらどうですかっていう企画を角川さんに出して、その結果こういう形になったという。本当にそういう構成にはなってて、基本ルールがここまでですよね。そうそう。厚さがわかるかな。この辺まで。156ページまで。こっからがアドバンストセクションになっていて、上級ルール。こっからは選択ルールになってるので、さっきの夜の足跡で言えば、ここまでが基本ルールで、こっからが追加のサプリメントみたいな感じで、ここまで使ってもいいし、ここまで使ってもいいし、だいたいこの黒いところがあるところで、今日はここまで使うよとか、ここまで使うとか、なんか言える構成になってるという、そういうサプリメントがちゃんと区切りで入ってるっていう構成になってて、僕はまだそういう意味では一番初めの基本ルールでしか遊んでないんですけど、後のやつも今まであったものの取りまとめたものかなって思っていて、遊んでみたら、結構ルールが変わっとるぞと、何でできるかなと思ったら、ちゃんと読まないとダメだというふうになりましたということで、その辺の話を伺いたいなと思ってまして。最初は今までのサプリメントとルール合わせた一冊っていう形で、ルール自体はあまりいじらない予定だったんですよ。やっぱ10年前のルールブックなので、プレイ環境も結構今と違って、今ってオンラインセッション、オフラインセッションの割合としては、まあどのくらいなのかな。でもオンラインの方が多いんじゃないですかね。そうすると、プレイの取り回しを楽にしないと、オンラインセッションで遊びにくいっていう部分がどうしても出てきてしまうので、それに合わせていじってたら、こうなりましたと。取り回しやすさとか、軽量化って簡単に言っちゃうとあれなんですけど、なんか軽量化されたなっていう印象だったんですけど、やっぱりそういうオンラインに向けてのアジャストっていうことなんですね。個人的には完全に新規だと思うんですけど、ハイメイドっていうルールが追加されていて、簡単に言うとリサーチフェーズとかで失敗しないんですね。そうです。グッドとバッド、成功がよく成功したと、なんかうまくいかなかった。だけど、まあ成功はしてるっていうことで、基本的には情報は絶対に手に入る。けど、グッドで成功すると、よりいいことがあるよ、みたいなところ。そうですね。シナリオの進行自体にはあまり関係ないんだけども、深い情報が手に入ったりとか、別のところに行って、そこで追加の情報が手に入ったりとかっていう仕組みを前のガーデンオーダーの旧版からそれはやってるんですけど、そこをもうちょっと明確にして。そうですね。これがルール化されて、解明度がどんどん上がっていくと、ラスボスのヒットポイントに相当するものが下がるっていう。下がる。僕、その構造が大好きで、他のゲームでやるときも、リサーチとクライマックスがパキッと分かれてるのあんまり好きじゃなくて、リサーチも含めて、
クライマックスに影響してくれるといいな。それって D&D とかだったらこっち探索したことで魔法の武器を手に入れたか手に入れないかとかによってラストの戦闘が有利になるかどうかってあるじゃないですか。そういう風になるべくやりたいなって思っているので、盗賊なんかどんなに頑張ってもただ盗賊はハードルを超えるだけの存在っていうか扉を開けて罠を解除するだけっていうよりは、盗賊がいたことによってラストの戦闘って有利になったよねみたいな風になるべくしたいなと思ってる派なので、この解明度によってそれがシステマチックに探索得意なやつがちゃんと役立ってる感が。大体情報収集で手に入る解明度、イベントで手に入ったりとかするんですけど、YouTube でやつで配信してるんだけど、見てください。いつも拝見しております。そこでガーデンオーダーの新しい版とノバの新しいサプリメントの今こんな風にやってるよっていうトークを社長と一緒に出したんですよ。その時に社長が悪徳ですよね。そうブレカの悪徳みたいなルール入れればいいんじゃないっていう風にその場で言い出して急に、あれは台本じゃなかったんですね。そうその場で。そうですか。確かにでもそうだなと思ってその動画の収録を終えた後にどういう風に入れようかっていうのを。それっていつ頃の動画なんですか？入校のね、入校の1ヶ月前とか、そのトリガーですかね。そうです、トリガー、それは結構ぶっ込みましたね、社長。だって最後についてるシナリオにも全部解明度のこと全部入ってましたから。その時はね、まだシナリオはね、プロットぐらいで、いや、まさかのね、直前になって。いや、でもね、僕的には今回一番ここを押したい解明度が入ったことで、リサーチと最後までが繋がったっていうのがすごいいいなと思ってる。だからね、その X のポストで、これだったら途中でおばあさんを助けたら解明度が1点手に入って、クライマックスの直前でそのおばあさんがロケットランチャーで敵にダメージを打ってくるみたいな、そういうのでもいいんですねって、それ面白いなとか思いつつ、具体的にそういう風に因果関係を出してもいいし、システム的にも解明度が5だから敵のヒットポイントが5減ってるよって言ってもいいと。すごいなんかやりやすいなと思いました。それによって情報収集をうまく成功したことによって普通に進行してってはいけないところで新しい情報を手に入れて、じゃあそれでボーナスって何って現代ものでっていう時に、それはクライマックスの戦闘でプレイヤーが有利に運べるようになるといいんじゃないかなっていう、ボーナスみたいな。そうちょっとね、解明度の話ばっかりしちゃったんですけど、他になんかここ結構注目してほしいなみたいな。ここ変えたよみたいな。戦闘周りが一番大きく変わってて、命中判定の周りが楽になりましたね。そうです。計算が減ったっていうか。戦闘がやっぱりプレイ時間って長くかかるところなので、そこをなんとか軽量化したいのと、前ってイニシアチブもダイスで決まってたんですよ。旧版の時は。そこってイニシアチブがランダムで決まることによるトラブルとか、それをどうやって解決しようかっていうのをプレイヤーとして話してもらって、こうすればいいんじゃない、ああすればいいんじゃないっていう解決するっていう、割とその昔のオールドスクール的な部分だったんですけど、バディものも一応あるんで、バディものって考えるとすると、バディが先にエンチャントかけてから攻撃した方が裏返っちゃうと、毎回俺たち息合ってねえなみたいな。逆に順番もプレイヤーが先、敵が後っていう風に行動もそういう風に定義したので、確定でプレイヤー先行なんですよね。まずプレイヤー同士で相談して、じゃあ俺がまずエンチャントするから、その後にお前が攻撃しろとか、あとここで俺が相手に弱体かけるから、その後にお前が攻撃してくれみたいなのをバディ同士で相談して。かっこいい連携ができるようになったんですね。っていう形にすることで、プレイヤー同士の会話を増やせるかな。なるほど。そのページを見た瞬間に、やべ、ルール違うって思って、変わったところに線引いて、なんか違うって思いながら。だからね、ルールブックにもここ変わりましたよっていうのがね、まとめたんですよ。やっぱり間違えるかなと思う。いや、でもね、すごいいちいち変更されてるところが、久保田先生がこういうふうに考えたんだろうなって思いながら。あとは、うちの正誤表と質疑応答って形でこう定期的に出させていただいたんですけど、あれ、もう一回全部さらって、追記してるんですよ。そこ勘違いしないようにということですよね。それでも出てくるんですけどね。そういうところとかを結構頑張りましたね。最近 TRPG 初心者の人と TRPG やる機会がたまたま多くて、D&D とかやった後に、他にどんなのがあるんですかみたいなことを聞かれて、よくあるのは現代異能ものは人気あるんですよね。そういうのやってみたいみたいに。一番おすすめ、今ね、しやすいのはガーデンオーダーだなと思ってます。まあいろいろあるし、それぞれの良さあるんですけど、何がいいって技覚えるとき、異能ものって異能を選ぶのが面白いところじゃないですか。それが組み合わせだったりとか、10個の中から3
3つ選んでいいよみたいになると、途端に10個全部読まないといけないじゃないですか。キャラ作成の時に勘どこが分かってる人は命中を上げる特技とダメージを上げる特技を1個ずつ取って、あともう1個は情報収集に振ろうかなみたいな、僕思えるんですけど、最初どんなゲームか分かんないと取りようないですよね。できないじゃないですか。その点からでもだって自分で選んだものですぐ全部ワンセットポコッと、そう全部使える、はい、これ全部使えますよって来てくれるので爆速で始められる。どうしてもそうすると確率化しちゃうんで、拡張効果っていう自分の能力を使うっていう演出すれば 30% のボーナスがつくよっていうのが全部に入ってるんですよ。それがそれぞれ違うんで、そこをプレイヤーさんがいかにアイディアを出してこういう風にしてやりたいんですけどっていうところの、使いやすいやつとはっきり使いにくいやつもありますね。いやでもその使いにくいやつを無理くりこうアイディアを出して、それを認めるか認めないかは GM さんとか、あとプレイヤーさんと GM さんとの人間関係だったりとかするんですけど、しょっちゅう言うんですけど、一番面白かったのが重力使いがいるんですけども、犯人っぽい人を捕まえた後に尋問すると、重力操作で口を軽くすることはできますかっていう、ああ、ちょっと軽いわ、重さの軽いではないんだけどみたいなね。そういう大喜利的なね、使い方で、それ認めるかどうかは GM の次第。僕ずっと2年間キャンペーンやってたパーティーに、ホビジャパンの相田さんですけど、法力層が出てきたんですけど、常に虚空蔵愚問字法でプラス30になりますかって言うんですよね。虚空蔵菩薩より無限の記憶力と様々な知恵を授かったことによって、あらゆることに適応しようとしてきて。いわゆるアカシックレコードですよね。わかんねえよ、それ。この動画の視聴者の方は、ホビージャパンの相田さんって伝わるもんなんですよ。伝わるんだ、すげえな。わかんのか。本当に使いやすいものと使いにくいものがあるのは、そこなんですけど、フィジカル系はドアを破壊するとか、そういうのにもバンガン使えますし、情報収集系だったら、情報収集これでなんかなりませんかみたいなアイディア出して。まあそうですね。ここの大喜利はみんな楽しんで。逆にそこをね、楽しんでいただいて、なるべく GM さんは、厳しいなと思いつき、まあいいでしょうって笑いながら言ってあげるといいかなとは思う。そうですね。なのでね、初心者におすすめ。ちょっとね、分厚いんで、これをいきなり手に取るとビビるかもしれないけど、さっき言った通り、この辺までのルールで、まずは。最初はそこだけで。で、その後全部選択ルールになってるので、慣れてきたらだんだん遊んでもいいし。戦闘用アンドロイドができて、サイボーグができて、武器とかに魂を封じ込めたやつができて、魔法使いがもういろんな種類いますからね。割とね、現代オカルトより、ファンタジーっていうよりはそっちの方だから、魔女術とか錬金術とか、あとそうルーン魔術とか、片付き系好きな人には刺さるようながあって、であと吸血鬼、人狼とか妖獣とかそういうもののけ系ができて、これは前のサプリに乗らずにうちの開始の方で発表したの、神様系もできます。太陽神とか芸術神とかみたいなのもできるんで、結構現代ものの中では再現性高いゲームになってるんじゃないかな。これをどう使うかはプレイヤーさんと GM さんで相談しながら頑張って使っていただけるといいかなとは思ってます。はい。この重さにビビらずに、ぜひ気軽に遊べるゲームだと思うんですけど、触りやすいゲームだと思うんですけど、この重さにビビってね、難しそうなゲームだなって思われちゃうと嫌だなって。まあでも GM さんが一冊あれば、全然プレイはできるぐらいの取り回しのいいゲームにはなったと思うので、気に入っていただいて、俺魔術師やりたいなみたいな人は買っていただいて、自分でキャラクター作っていただくといいかなと思います。ちなみにサポートとか、シナリオこの分厚いけど2個。そうですね、2本載ってて、あと公式サイトで1本公開してて3本なんですけど、この動画が配信される頃には、スーパーシナリオサポートっていうシナリオ集が発売になってます。なんとね、黒猫が見ているっていうね、ちょっと聞いたことがあるような。黒猫が見ているっていうタイトルの初代で、ミステリーっぽい感じなんですか？いや、ミステリーっぽくないです。そういうわけじゃない。そう、ミステリーっぽい感じじゃないんですけど、いろんなPC を作って遊べるようにっていう形でキャンペーンとかじゃなくて単発で。じゃあこれは魔術師ですとか、そういう決まりが決まってるって感じ。最初のシナリオ、その黒猫が見ているは、超能力者、ガーデンっていう組織に所属して、ネフィルムっていう化け物と戦う。一番ベーシックな。それが載ってるのと、2本目が警察のキャラバディとガーデンのバディが同時に別々の方向から事件を追うっていうシナリオが。警察バディは人気ありますからね。この本に1本載ってるんですけども、それの続きとしても。いいですね。4人用のやつが警察バディとガーデンバディのやつですね。で、それに登場する NPC が留置所で亡くなって、でもその遺体が消えたと思ったら、死んだはずの犯人が暴れ回っているって
っていう。いいですね。そういう話。この世界魔術師いますからみたいな話で、じゃあ俺たちには解決できない謎の現象を解明するみたいな。PC は魔術ってものを知らないっていう前提で動いているキャラクターにじゃあ魔術師を入れるとどうなるかっていうので、3本目が逆に魔術師が主人公で、知り合いのオカルトライターから助けてっていう連絡が来たので、その事件を解決しに行くと偶然そこにガーデンのオーダーも来ていてみたいな、そういうシナリオが載ってて、最後がとある研究所に捉えられている神様のキャラクターなんですけど、神様ね、どうやって使うんだろうって思っている。それを誘拐されてそこにいるんで、それを助けてくれる。神様を。そう。神様っても神様を普通の人間に下ろしたりとか、生まれ変わりとか、そういう形にできるんで、それを助けようとする探偵と助手。この助手の方が PC で、それが研究所に乗り込んで、神様である PC1 と探偵の助手である PC2 が出会って、そこでバディとしてプレイするっていう、決め打ちのシナリオみたいのを載せてるっていう、4種類違うタイプのシナリオが遊べる。でもいろいろできちゃうから、どこに絞ろうかなっていつも悩んじゃって、魔法使いにするとマナとかってあるんですよ。そのマナとかオドとかね。オドとかの概念が、今までなかった概念を新しい場所に行った時、ここのマナはいくつですかって急に GM が聞かれて、あれそれなんだっけってなるというのがあるんですけど、いろいろ遊びたいんだけど、どういう風な切り口で遊ぶと面白いかなっていうところの例をいくつかシナリオで挙げていただきたいなと思ってたので、すごい楽しみです。ワールドもサプリメントに載ってたものだけじゃなくて、うちの会社のゲーマーズフィールドに連載でずっと載せてたやつも混ぜ込んで書き直してるんで、ワールドもね結構それぞれ分厚くなってる。そうですよね。一個にまとまってくれないと、どっかで読んだなって思っても、ゲームズフィールド何巻だったか分かんないってなっちゃうんで、ありがたかったです。世界関係好きな人も、そこ読むだけで楽しいと思うので、ここまで書いてるのって TRPG だと珍しいんじゃないかな。いや、全部今までのやつが繋がって選っただけ反映したやつなのかなって思って、買うまで情報取ってなかったんで、あんまり知らずにパラパラパラって見たら、これルール違うじゃんと思って。すいません。いやいやいやという感じでしたけど、すごい面白くなってるので、シナリオ集も楽しみにしております。ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。さて、お次は川島先生の新作、マルチジャンルホラー RPG インセイン基本ルールブックということで、こちら。になります。これが旧版というか。大判になったんですね。そうですね。基本ルールブックという形でまとめさせていただきました。さっきのね、可愛らしい感じの夜の足跡と比べると。これ夢に出ますよ、怖い表紙ですが。まあ、ホラーの RPG なんで、怖い感じがいいかなって。怖い感じ。夜の足跡とほとんど同時ぐらいの進行でしたよね。そうですね。いろいろあって発売日がほぼ2日ぐらいしか変わらなかった感じの。最初から狙ってそうしてるわけじゃない。いや、全然。同時進行めちゃめちゃ大変だったんじゃないですか。まあ、しんどかったですけどね。いや、でも夜の帰り道作ってる時にしんどくなってきたらインセンやろうみたいな感じで。なるほど。割と行ったり、ポジティブな部分を夜の帰り道にぶつけて、僕の中の邪悪な闇の部分を。じゃあより強く闇の部分が出てくる。そうですかね。本当は夜の帰り道の方が1ヶ月後の予定だったんですよね。だけどなんか知らないけど前に倒れて。なんか知らない。そんなことあります？なんか出版計画ってやつじゃないですか。そうですかね。久保田先生も同時進行いろいろやられることあるんじゃないですか。あります。デジタルとかも含めて。やっぱりこっちやってて闇の部分が強くなってきたなと思ったらこっち行くみたいな。もうそんなこと考えてるないです。うまく時間をシェアして今日はこれやる。これとこれとこれ。で夜は霊式行ってみたいなそんな。すごいちゃんと遊んでる。同時進行大変なの分かります。いやもうめちゃめちゃ大変でしたね。泣きそうになりながら。大判がいいなと思ってずっとこれで遊ばさせていただいてて、なんとなくどこのページに何があるか分かっちゃってるから遊びやすくはなってましたけど、今回もとにかく必ず1ページとか2ページで収まってるじゃないですか、1項目が。うちの方は比較的そういう風に作ってはいるんですけども、それでも余裕がね全然違うので、大判と新書版だと新書版そういうの全くない感じの、とにかくギュッて感じで入れてるんですけども、すごい読みやすくなってるなとか。皆さんどうですか、この部分ね、こっちくとこの目が本当だ、こっちくと手が怖ってなるんですけど、こういう遊びが好きなのでこういうところまでこうなってるとすごいこだわって作った一冊なんだなっていうのが、まあ逆に言うとですね、インセインはあんまりすごい変えるところもないところもあって、忍び神とかマギカロギアとか基本ルールブックシリーズっていうのを出して、最初新書のシリーズ出して、である程度時間が経ったらまとめて基本ルールブックっていう風になってたんですけども、マギカロギアとか忍び神はデータゲーというか、
ものすごくたくさんデータが入るゲームなので、新規のデータを入れたりだとか、データを調整したりみたいなところの重み付けがすごく大きいゲームだったんですけども、インセインはそういうのに比べるとシナリオを楽しむゲームというか、キャラデータですごいコンボを作って敵を倒すぜみたいなのというよりは、ホラーのシナリオを遊ぶ RPG だったんでですね、基本ルールブックにまとめる際のですね、目玉というか、そういうのがちょっと、確かになんかお客さんとしては、言い方悪いけど、旧版の今の慣れてるルールで、一生遊び続けられるよねみたいなモードに入っちゃってたりとか。それこそ今回別のところでも書いたりもしたんですけど、インセインの一番の強みっていうのは、お客さんが今までたくさん作ってくれたシナリオなんですよね。このシナリオのアーカイブが使えなくなるのは、インセインにとってあんまりプラスではないんじゃないかなっていうのもあって、ルールで変えるところとかもそんなには作れないなってむしろ思ってたんですよね。遊べなくなっちゃうと困るなっていうのがあって、だから逆にそういう小技でこういうところで面白みを作ったりとか、表紙頑張ったりしたのもそこなんですけども、あとはサンプルキャラクターを入れてみようとか、そういう風なところ丁寧にする。先ほど久保田先生も過去の旧版が選ったとか Q&A とかをたくさん見てっていう話もあったと思うんですけど、自分なんかも過去に問い合わせになった質問とかを全部見返して、それにいちいちちゃんとレスをこの中に入れていくみたいな形でっていうのが多い部分でしたね。ただデータとかは調整させてもらったりだとか、ルールとかも戦闘の部分とかちょっといじったりしてたりはするんですけど、基本的には過去のシナリオ資産っていうのがなるべくそのまま使えるような、この例は適切じゃないかもしれないんですけど、クトゥルフ神話 TRPG の6版のシナリオが7版でもまあまあ使えるよね、改造すればっていうぐらいの範囲で、最低限のカスタマイズとか調整だけでいけるようにしてるっていうところですね。したいなっていうのが狙いですね、この本に関しては。その中でもここは変えたみたいなところってあるんですか？そうですね、戦闘はちょっと変えました。インセインをよく知ってる人は分かると思うんですけど、プロットのルールがあって、イニシアチブを決定するルールがあったんですけども、みんなが一番低いプロットに固まるっていうのがよくあったんですよね。そこがプロットする意味があんまないんじゃないかなと、みんなが必ずそうなるんならっていうところで、ちょっとそこは調整させてもらいました。あとはアビリティ周り、データ周りで強いものと弱いものとかを調整したり、ただ強いのをナーフするのはできるだけ避けて、インセインさっきも言ったようにキャラクター作成とかですごい頑張るゲームではないかなと自分では思ってるので、めっちゃ強い壊れデータが何個かあるんですよ。資産とか電撃とか、迷ったらこれ取っとけみたいなのはちょっとわざと残してるところはあります。相変わらず迷ったらそれ取ってほしいなみたいな感じではありますね。まあでも初めての人とかと遊ぶときに全部のスキルが同じではなくて、これは誰でもノールックで取ってもいいよっていうやつと、ここは使い道難しいかもしれないよってなるじゃないですか、必ず。逆にね、慣れた人がそういう難しいやつを取って、それをうまく活用してくれると、かっこいいねみたいな。そういう風にちょっと分けさせてもらってますね。今後の展開としては、まずは狂気カード。そうですね、狂気カードというインセインの中にあるちょっと邪悪な怖いカードがあるんですけども、こちらの方を物理版カード上になったものを発売予定です。それはいいですね。これないとね、めんどくさいですよね。それまで待とうかなって今新版遊んでないんですけど、そうしないとね、コピーして切って自分でやんなきゃいけないから。もういずれ出ると分かってるからね、待ってる。いやいやいや、まあでもね、おかげさまで好調で増刷もかかったので、じゃあ出そうっていうぐらいですよ。応援してくださらないと。そうなんですよ。ゲームマスターしか買わないものなので、基本的にはこの部数でアクセサリーをやるのは挑戦だなみたいなのがあったんですけども、なんかできそうな感じなので、ゲームマーケットで秋11月22、23ですかね。そうですね。あとはですね、インセンティブはさっきも話ありましたけれども、シナリオ、今まであるシナリオをカスタムして遊ぶっていうのもできると思うんですけど、新版に対応したシナリオも欲しい人多いんじゃないかなというのと、あと僕がですね、ホラーのシナリオを作るの超苦手なんですよ。僕がホラーを作るとみんなが大爆笑するんですよ。みんなビビってほしいんですけど。いや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 、コメディホラーというジャンルもあります。全部コメディホラーになっちゃうので、シナリオの提供が待たれるところなんですけど。一応ですね、シナリオ集が来年新規作が予定されてます。コールドケースというタイトルで、もうタイトルも決まってるんですね。実在の未解決事件とかをモチーフにしたシナリオ集が
そう。それきっかけで実在の事件のこと調べて GM がゾッとしたりとかするのもいいですよね。ホラーのね、醍醐味というか、あくまでモチーフにしたものなので、本当にお化けとかがいるかどうかはわからないんですけども、そういうシナリオ集が来年春ぐらいに出そうかなと思ってます。楽しみです。スタートブックっていうのがまた年内に、このサイズでそうですね、はい、2冊出ます。なのでこちらの方にもシナリオは収録されると思います。実際、忍び神とかを遊んでる方はスタートブックの立ち位置わかると思うんですけど、改めてちょっとスタートブックってどういう本なんですか？スタートブックはですね、名前の通り、これから陰線始めようっていう人がどういうふうに遊べばいいんだろうっていう最初にリプレイが載ってて、後半にルールがまとまって載ってるみたいな感じの、ルールは基本ルールから抜粋した形で、使いやすいものだけを抜粋した形のルールになってます。GM さんがいて、プレイヤーで参加するみたいな時に、いきなりこれを頭から読むのはちょっと重いなっていう場合とか、初めての人とかに入門としていい感じなんですかね。2冊あるのはどういう感じなんですか？ですね、1冊目は基本的な部分だけのルールにさせてもらって、2冊目はこれぐらい足してもいいかなっていうものと、以前マルチジャンルホラー RPG って言ってるじゃないですか。このマルチジャンルのところを表現するためにワールドセッティングっていうのをいくつか入れてて、スタートブック1は本当は怖い現代日本っていう現代日本ものを扱ってて、この基本ルールブックだと20年代アメリカとか、ビクトリア時代のイギリスとか、あとループものとか、そういうのを扱ってたりするんですけど、2の方で新しいワールドセッティング、学校の怪談をちょっと定番ですね。定番をちょっとやらせてもらおうかなと思っております。そういう風な感じの2巻目になってます。なるほど。気楽に一回遊んでみようかなっていう人は、まずスタートブック1を買ってみて、リプレイとか読んで、こんな感じかって分かって興味持ったら基本ルール買ったりとか、そうですね。がいいんですかね。実は基本ルールブックにはシナリオが入ってないんですよね。うちの基本ルールブックシリーズの伝統的な感じにそうなってちゃってるんですけども、スタートブックにはシナリオも入ってますので、それを使ってぜひちょっと。これを持ってて GM やってるみたいな人も、スタートブックは面白いかもね。オフラインとかで遊ぶ場合は、プレイヤーさんにそのスタートブック貸してあげて、みたいな感じで遊んでいただけたら遊びやすいんじゃないかなと思います。スタートブック助かるのは、スタートブックを4冊ぐらい買っとけば、うちに初めて来た初心者4人組みたいなのもできるんですけどね。そういう風にも使えてもらえたらいいななんて思ってます。ちなみに、もう全然興味本位なんですけど、久保田先生のホラーシナリオとかなんか見たことない感じするんですけど、ホラーは、ホビージャパン版の箱の一人の呼び声は持ってましたから。一番初め？そう。ホビージャパンさんはですか、黄昏の天使。あれも全部終わらせてます。そうですか。仲間内で。じゃあやられてる感じなんですね。久保田先生って言ってやっぱファンタジーとか、異能力バトルみたいな。でもほら、角川さんが黒瀬の J ホラー系のホラー文庫。そう、あれ出した時にも、リング、螺旋、あの辺も全部読んでますし。久保田先生のホラーシナリオもいつか見てみたい。あんまり機会がないんでね、ホラーは割と好きで、もう昔なんですけど、小学校、中学校の頃かな、お昼のワイドショーで、心霊写真特集とか、よくやってたじゃないですか。あなたの知らない世界とかですね。すっかりなくなりましたけどね。あのあたり好きで見てましたもん。心霊写真の子供向けのやつとかさ。ありましたね。経文社とかから出てましたよね。結構ホラー好きですよ。じゃあぜひ一緒にプライベートでもいいんで。ぜひぜひ。ホラーシナリオ。1時間の韓国のホラータンスとか、あの辺とかも見てましたから。コクソンとか、タンスとか。タンスは面白いですよ。怖い。というわけでね、かなり遊びやすくなった陰線これ一冊で遊べるので、僕もシナリオ苦手意識持たずに。だから、丹沢さんはサメとか出しとけばいいですよ。サメは出しますよ。ジョーズもホラーじゃないですか。確かに、そっちだったら大丈夫です。海洋ものね。海洋ものホラーですよ。僕もシナリオ書いてみたいと思います。ありがとうございました。はい。今回ね、ダブルゲストということで、お声掛けさせていただいて、いかがでしたでしょうか？楽しかった。こちらこそ。あんまりね、酒の飲み場でゲーム談義することはあるけど、ご自身で出されてるゲームについて詳しく聞くっていうのをお互いにやらないから、逆に新鮮でした。こういうパターンも今後増やしていこうかなと思ってまして、うちのチャンネルならではのありえない組み合わせをどんどんやっていこうと思ってます。あとはゲームと関係ない話とかね。そうですね。続きもぜひ。この日本刀の使い方。前回は1対1に限
限り武器を使わないという前提の話を確かしてたので、次回は一対他とか武器ありとか型で4人に囲まれたとか、5人に囲まれた時の型ってあるんで、ちゃんと空手の型でもあぜ道のこっちとこっちから来たやつをどっちも倒していくみたいな狭いとこでそんなシチュエーションありますみたいなやつ結構ありますからね。そういう話もぜひさせてください。最後にですね、何かお二人から告知などありましたらお願いします。はい、この動画が配信されてる頃にはもう発売されてると思うんですけども、東京ノバ The Acceleration の新サプリが発売されてるはずです。タイトルはアストラルコネクションということで、まやかし、バサラ、超能力系とか、あやかしっていう吸血鬼とか、人狼とか、ああいうのをまとめたサプリメントができてまして、久々にマイナスナンバーのスタイルが2つ。そう、びっくりしました。もう追加しないって言ってなかったっけって。いや、なんかね、思いついたらしいです。30周年のトークショーで聞きましたよね。追加しないって言ってでもね、思いついちゃったらしくて、器っていう、これも神様。神様ね、ガーデンオーダーと同時期に神様神様を下ろすっていうので、器っていうのと、あと、右腕っていうのが追加されてて、誰かの相棒的な、上下関係っていうよりは、対等。バディ。そう、バディに近い。だからなんかガーデンオーダーと被ってるな、社長みたいな。クグツとはまたちょっと違った感じで。ライトハンドではない。そう、ライトハンドじゃない。ライトハンドはどちらかというと部下になっちゃいますよね。クグツと違って、個人に修正を使ってるみたいな、そういう感じの。助手みたいな。そうです、そうです。社長が言ってたんですけど、ホームズとワトソンみたいな感じのプレイができるっていう。確かに今までちょっとそれをやろうとすると、どうしても影武者とかになっちゃって、あれみたいな上下関係結構強いな。バディはね、勝手に嫌言っちゃいなかったですけど、今まで。ただそれをルール的に相棒が出てる時にこういうことができるみたいな、そういうところにちょっと特化した新しいスタイルが2つ追加されてます。はい。田田さんにもご協力。実はちょっとだけ、そう。お手伝いさせていただきました。監修っていうかチェックしていただいて、社長もね、ありがとうございます。あ、本当ですか？はい。いや、とんでもないです。もうめっちゃ楽しい。助かりましたということで。こちら発売になってるはずなので、ぜひ東京ノバプレイしてやれてる方は、ちょっと新しい東京ノバがプレイできるかと思いますので、ぜひ試していただければなと思います。はい。ありがとうございます。柏さんからはインセイン周りのやつを話しましたし、インセインのカードが11月のゲームマーケットで発売。スタートブックが12月の頭、スタートブック2が12月のお尻の方に、年内そんな感じで怒涛のように、年明けシナリオ集って感じですね。忙しそうですね。まあでも以前のシナリオ集はアクタベが書いてますので、今そっちの方は僕は監修ぐらいしかしないので大丈夫かなと思います。あとは冒険の販売部の方でですね、いろいろインセインのシナリオとか、なんかグッズ類もね、そうですね、いろいろ増えるんじゃないですか。今日ちょっとこんな感じで T シャツも着てきたんですけども、夜の足跡の T シャツとか、インセインの T シャツとか、忍び神の T シャツとか、T シャツめっちゃ作ったので、 T シャツがすごいありますね。すごいいろんな T シャツ作ったので、そういうのを販売したりとかしてると思います。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい。めっちゃ楽しかった。僕からも告知が1個だけありまして、弊社でデジタルの会社なんですけど、カードゲーム作っちゃいました。黒帯ゲームさんで初めて名刺代わりに配れるやつがいいかなということで、黒帯というタイトルで、1対1で組手をやるという、空手の、受けとか攻撃とか、ちょっとマニアックな要素ですけど、運速という、この3つが三つどもえになってまして、相手との間合い詰めたりとかっていう要素と、相手の攻撃を受けるのと攻撃、これを最終的にはサイコロで解決するという感じなので、およそじゃんけんになってるんだけど、運もあるというところで、ある程度読み合いながら、体が崩れたりっていうちょっとマニアックな要素もありつつ、日本選手で勝ちなので、技あり2個で1本相当という感じなので、4個技ありで勝ちみたいなゲーム。1対1のゲームなんですか？ 1対1です。完全に1対1の。じゃあ2人用ってことですね。はい。これ売れたら、ムエタイとかテコンドーみたいなやつを出して、異種格闘技ができるように。混ぜて遊べる。同じルールで。混ぜて遊べるようにしていこうかな、みたいなのも考えていたりとか、あとはですね、一応この1セットで白赤2デッキで遊べるんですけど、2セット買うとですね、なんと俺は蹴りが得意だから蹴りばっか入れるぜみたいな。カスタマイズデッキ構築。デッキ構築ができるようにもなっていますので、カードゲーム好きっていう方は2セット買うともしかしたらいいことがあるかもしれない。まあ1セットで当然遊べるようになってます。1セットの場合はお互いイーブン。そうですね、同じにして、一応複数回戦闘をやっていくと疲れていって1枚ずつ抜いていきます。使えない技ができてくるんですね。はい。なので最後の方になるとヘトヘトになると自分の得意技しか出せなくなるんですよ、だんだん。っていう
要素を入れてたりとかっていう感じのゲームになってます。若干デッキを圧縮していく要素はあるんですけど、2セットあると完全に俺はもう蹴りしか出さないぜみたいなやつとか、相手はこの技を出してくるだろうからメタ張ってこの受け技をいっぱい入れてこうみたいなことができたりするゲームになってます。11月に分かりメッセで行われます。さっきのねインセインのカードが発売されるブース近かったんで、そうなんですね。はい、すぐ近くでやってますけれども、黒帯ゲームズの名前でブース出展します。ただですね、11月22日の土曜日のみ出展で、日曜日もう撤退してしまいますので、欲しい方はですね、ぜひ22日土曜日の方にお越しいただければと思います。というわけでね、ありがとうございました。こちらこそ。ありがとうございました。というわけで、黒帯チャンネルはゲーム業界の話やゲームの作り方など、ゲームに関するいろんな話題をお届けするチャンネルです。面白かったという場合は、高評価、チャンネル登録をお願いします。また、こんなテーマを聞いてみたいというようなリクエストがございましたら、コメント欄にお願いします。ではまた次回をお楽しみに。さよなら。さよなら。いいねボタンとチャンネル登録をお願いします。じゃあねー。